Hello guys, my name is Ai. I am a Japanese pastry chef from Tokyo. I am living in Sweden. On this channel, I will show you guys how to make Japanese pastry out of Japan. 今日はこれから美味しいどら焼きを作っていきましょう。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。卵、全卵ですね。これが 140g、 だいたい3個分ぐらいです。少しほぐしたらお砂糖を加えます。 130g です。少し白っぽくなってもったりするぐらいまで泡立てました。蜂蜜が入ります。 20g です。みりんが入ります。 10g です。約小さじ2杯です。今日は日本のみりんを使っていますが、最近はスウェーデンのスーパーでも普通にみりんを買うことができるようになってます。重曹が入ります。ベーキングソーダですね。小さじ1/2です。小さじ1杯のお水と合わせて混ぜてから入れます。この後が重要でして、薄力粉を日本でしたら入れるんですけど、スウェーデンで主に使われている普通の小麦粉ビエテミョールがですね、日本でいうところの中力粉に当たります。日本の薄力粉は 8% ぐらいのタンパク質の量なんですが、こちらを見ていただける通り、ここですね、プロテイン 10g、 約 10% のタンパク質量になってます。これは日本でいうところの中力粉なので、このまま使ってしまうととても重たい生地になってしまいます。なので、私のレシピでは中力粉にコーンスターチとか、あとは、ポテトスターチ、片栗粉ですね。これを混ぜることによってタンパク質の分量を調節して薄力粉に近いような形にしてあげてお菓子に使っています。中力粉が 125g、 片栗粉が 25g 入っています。お住まいの国の小麦粉のタンパク質の量をご確認ください。ふるいにかけながら粉を混ぜていきます。ダマにならないように素早く混ぜましょう。粉気がなくなったらラップをして30分間休ませます。どら焼きの皮と中のあんこだけで十分普通のどら焼きなんですが、今日は特別に中に求肥のお餅を入れていきたいと思います。スウェーデンで白玉粉も買うことが場所によってはできるんですが、それよりももっと手に入れやすいこちらのお米の粉ですね。もち米の粉でタイから来てるもち米の粉ですね。こちらを代わりに使ってお餅を作ります。もち米の粉が 50g 入ります。耐熱のボウルを使います。ここにお砂糖が 80g 入ります。ちょっと混ぜてお水が 100g 入ります。粉気がなくなって均一になるのでよく混ぜてください。そして電子レンジにかけていきます。700ワットの電子レンジです。1分加熱します。まだ液体の状態だけど一部分だけちょっとこう固まってきてますね。これをもう一回よく混ぜて均一にしてあげてください。もう一回電子レンジにかけます。1分です。ちょっとお餅っぽくなってきてますね。ただまだ一部全体的に固まってるんですけど、少しまだ液体の部分が残っているので、もう一度これをしっかり混ぜて、はい、では混ざったところでもう一回最後に電子レンジにかけます。よいしょ。
1分です。1分が合計3回です。じゃーん。つやつやで半等分のお餅になりました。もう一回最後にこれをね、均一になるように軽く混ぜてあげて、この求肥の生地は大福の生地にも使えます。電子レンジで簡単に求肥のお餅ができました。これを切り分けていきます。先ほども登場した片栗粉です。熱々の餅を落としていきます。お餅の上にも片栗粉をまぶして10等分します。切ったお餅同士がくっつかないように片栗粉を切り口にまぶすようなイメージです。このまま置いておきます。30分生地を休ませたら、ここにお水を加えて生地の硬さを調節します。お水の量は 50g から 75g ぐらいなんですが、生地の状態とか気候によって変わるので、様子を見ながら加えていってください。持ち上げてとろっと落ちるぐらいですね。今日はテフロンのフライパンを使います。中火でフライパンを熱してオイルを塗ります。生地をすくうのはこういったドラサジという道具があって、これにもサイズがいろいろあって、作るどら焼きに合わせて職人さんはこのドラサジを選ぶんですが、普通のご家庭にはないので、今日はこの小さなお玉を使って生地をすくいます。だいたい8センチから10センチぐらいの大きさの丸になるように生地を落としていってください。こういった金べらですね、これで生地をひっくり返すんですが、この金属製のヘラを使ってしまうとテフロンのフライパンに傷がついてしまうので、ご家庭ではこれは使えません。その代わりにこういうプラスチック製のフライ返しですね、これでひっくり返します。約1分、細かい泡が出てきたらひっくり返します。反対側の面は少し乾かすぐらいに焼くだけです。裏面は約20秒焼きます。こういう汚れが残っていると次に焼くときにきれいに焼けないので、油を染み込ませたペーパーで拭き取ってください。小さなフライパンなので一つずつ焼いていますが、大きなフライパンで2つ3つ同時に焼いても結構です。フライパンの縁にフライ返しが当たるので少し難しいですが、少しずつ周りから剥がすような感じでひっくり返してあげるときれいにできます。これは私が仕事で使っている鉄板です。ノルウェー産の平べったいパンを焼いたりするための器具なんですが、縁がないのと表面にテフロン加工がないので金べらを使うことができます。どら焼きの皮が焼けました。どら焼きにあんこを挟んでいきます。粒あんです。あんこの作り方は私の別のビデオをご覧ください。約 30g ぐらい。今日は特別に作ったこの求肥のお餅を中に挟みます。これを繰り返してすべての皮の中にあんことお餅を挟んでいきます。
ラップで包んであげておくことで生地と生地がしっかり張り付いてどら焼きが綺麗な形になります。乾燥を防ぐためにもラップで包んだまま保管をして2日間ぐらいのうちに食べきってください。また冷凍することも可能です。熱い煎茶と一緒に早速出来たてのどら焼きをいただいてみましょう。ふわふわしっとりでお餅がすごい贅沢で美味しいです。というわけで美味しいどら焼きができました。このチャンネルではこの他にも海外の材料を使って作れる日本の美味しいお菓子をご紹介いたしますので、ぜひチャンネル登録をお忘れなく。またいいねボタンやコメントなどいただけるととっても嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いいたしましょう。See you! 日本茶にぴったりです。